足利尊氏と足利忠義、二人の戦いは尊氏の勝利で幕を閉じます。しかし南朝が京都へと進軍、幕府と南朝の戦いが再び始まっていくのでした。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は昌平一党の破談についてお話ししていきます。まずこの昌平一党という聞き慣れない言葉について説明します。官能の上乱の際に忠義が南朝と和睦し、その後尊氏も南朝と和睦しました。こうして幕府が南朝と和睦したことにより、年号が南朝の使っていた昌平という年号に統一されます。なのでこの和睦のことを昌平一党と言います。その後尊氏が鎌倉へと軍勢を動かして忠義に勝利。忠義は鎌倉で息を引き取るのですが、尊氏がいなくなった京都を南朝が攻撃します。つまり南朝が幕府との和睦を破ったのですね。これに呼応して関東でも南朝勢力が反乱を起こし、鎌倉に攻撃を仕掛けてきます。この京都と関東で起こった戦いをそれぞれ八幡の戦い、武蔵野合戦と言います。今回お話ししていくのはこの2つの戦いについてです。それでは詳しく見ていきましょう。尊氏が南朝に降伏した。この出来事により北朝は大きく動揺します。北朝の崇光天皇は廃位され、年号も南朝が使用していた昌平に統一されるのです。そんな中、京都に南朝からの勅使が訪れます。政権を取り返しに来たのです。南朝側の条件は、北朝側の三種の神器を取り上げること。南北朝分裂後に北朝が与えた官位は無効にすることでした。さらに、天台座主や石清水八幡宮別当なども南朝側の人物に変更。公家の家督にまで干渉していきます。その要求は幕府にも及び、尊氏が任命した地頭を後醍醐天皇の頃まで戻せと要求してきます。この頃、南朝の最高指導者は北畠親房。彼は最初から尊氏も忠義も信用しておらず、南北朝合一のために利用する気だったのです。忠義が鎌倉で息を引き取ったその日、南朝の軍勢は阿能を出発して京都へと進軍。こうして始まったのが八幡の戦いです。合戦の様子は太平記からお伝えします。すでにこの頃京都では南朝の軍勢が攻めてくると噂になっていました。義昭は不安になり、石清水八幡宮にいる後村上天皇に手紙を送ります。南朝の軍勢が攻めてくると噂になっていますが大丈夫ですかと聞くのです。これに対して後村上天皇も返事を送り、大丈夫だよと返事します。これを義昭は信じて安心するのですが、油断しているところに南朝の軍勢が京都に到着。驚いた義昭は近江に向けて逃げ出してしまいます。こうして南朝は京都を奪還。北畠親房は17年ぶりに京都へと帰ってきました。京都に取り残された3人の上皇と皇太子だった直仁親王は捕まって阿能へと送られてしまいます。この3人の上皇と皇太子を京都に置き去りにし拉致されてしまったという義昭の失敗が後に幕府を大きく苦しめていくのです。さて、このように関西では南朝が京都を奪還したのですが、この頃関東でも南朝の軍勢は挙兵しています。新田義宗と新田義興です。新田義貞の息子である2人はもちろん南朝型。関西と関東で同時に蜂起して幕府を滅ぼそうという考えでした。新田義宗と新田義興は上野の国で挙兵。鎌倉にいた尊氏は兵を出して迎え撃ちます。この戦いは尊氏の敗退。新田の軍勢に追い立てられて撤退していくのですが、尊氏の軍勢の活躍によって南朝軍も退却していきます。その後、義興は鎌倉を目指して軍を進め、鎌倉にいた足利元氏を追い出して鎌倉を占領することに成功します。対する尊氏は体制を立て直して出陣。吉宗と戦いになります。この戦いは決着がつかず夜になるのですが、この時南朝の軍勢は尊氏の軍勢が焚く焚き火の数に圧倒されます。明日の戦いは勝ち目がない。そう考えた吉宗は越後の国へと落ち延びていくのでした。この敗戦を知った義興は鎌倉を保持することを断念。
高氏の大軍の前に鎌倉を退却するのでした。こうして関東は足利尊氏が平定するのですが、その頃京都でも足利義昭が勢力を取り戻して南朝を兵糧攻めにしているところでした。この兵糧攻めで南朝の軍勢は崩壊。南朝の軍勢は阿能へと逃げていきます。このように南朝によって奪われた京都と鎌倉は1ヶ月ほどで幕府が取り返します。ここだけ見ると元の状態に戻っただけじゃないかと思ってしまいますが、全く違う点があります。北朝の主要人物が拉致されたという点です。戦いの前は3人の上皇と皇太子が京都にいたけれど、戦いの後は3人の上皇と皇太子が阿能にいるという違いですね。さらに北朝が持っていた三種の神器も同じように南朝に奪われていました。もともと室町幕府は光厳上皇率いる北朝によって正当性を認められ、政治を行うことができていました。しかし光厳上皇は拉致されたので正当性を認めてくれる天皇がいません。幕府は政治を行うことができないのです。困った幕府はこう考えます。天皇を新しく立てて北朝を復活させよう。そしてもう一度北朝から正当性を認めてもらうのだ。北朝を裏切って南朝についたかと思えば、次は北朝を復活させようとするなんて身勝手に見えますが、北朝の復活は北朝としても嬉しいことです。こうして幕府は新天皇擁立のため動き始め、その候補者を見つけます。それが家仁親王、後の後光厳天皇でした。この後光厳天皇の即位はものすごく大変でした。三種の神器が北朝にないのです。三種の神器がないと天皇として認められないと思ってしまいますが、これ以前に三種の神器なしで即位した天皇がいました。後鳥羽天皇です。平安時代末期、平清盛が自分の孫である安徳天皇を即位させたのは覚えているでしょうか。その後、木曽義仲が上洛して平家が都落ち。その時、三種の神器も安徳天皇と共に西へと持っていかれています。そんな状況で即位したのが後鳥羽天皇でした。後鳥羽天皇が即位したのは当時の治天の君である後白河法皇の院宣によるものだったので、治天の君からの院宣があれば神器がなくても即位ができるという先例があったのです。こうして幕府は神器の問題はクリアしましたが、次の問題は院宣を出す治天の君がいないという問題でした。先ほどお話ししたように、吉野に連れ去られたのは光厳上皇だけではありません。北朝の有力人物はまとめて拉致されていたのです。こうなると治天の君となれるような人物はいませんので、幕府はすごく困ります。困った幕府が取った策は、家仁親王のおばあちゃんにあたる公儀門院を無理やり治天の君の代理として院宣を出してもらうという策でした。これは異例中の異例です。女性で治天の君になったのは日本史上この人しかいないという異例さです。こうして後光厳天皇が即位し、北朝が復活することになりました。しかし神器なしの即位ということで北朝の権威は弱体化。昌平一党の破談は室町幕府に大きな痛手を残すのでした。さて、いかがだったでしょうか。阿能へと送られた3人の上皇は後に現在の大阪府にある金剛寺に送られます。現在も見学することができますので、興味がある方はぜひ行ってみてください。さて、次の動画では足利尊氏と足利忠冬についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。